皆さん、こんばんは。今回は、プラズマフリゲート。空を飛び、総流を氷漬けにした、なかなか印象深い船です。当初、これは街や道路のような地形ではなく、乗り物。まあ、作らなくてもいいだろう、と思っていたんですが、なんか、作ってました。ただ、そういう見切り発車で作成に取り掛かったものなので、準備も何もなし。本家のプラズマフリゲート眺めながら、色合いが近いあり合わせのブロックで適当に。いつも通りじゃん。いつも通りだね。ただ、そういう無計画で作るとどうなるかというと。いやー、でかくなったねー。最近こんなことばっか言っている気がする。もともと、一つの建築物を作るのは苦手で、そのせいで子供への跳ね橋とかもでかくなった、みたいな話をした気がするんですが、例に漏れず、ここもでかくなっちゃった。ここプラズマフリゲートを作るにあたって基準にしたのは、甲板の部分。クリア後には一番道路から西の海、P2 ラボ付近から乗船できるところ、そこの甲板をメインにしつつ作成したら、全体的にでかくなったねー。特にマストの部分、こりゃあめちゃくちゃ高くなっちゃって、ちょっとやりすぎたと思っています。大きさは違和感あると思いますが、無計画で進めた割にはそれっぽく形になったと思うので、お許しくれっぴー。そんな行き当たりばったりで作ったわけなのですが、さらに言うと、ここ、簡単にできると思っていたんです。ただボート作って、マストつけるだけでしょ?2、3時間でできるでしょ。と思っていたらかなり時間がかかっちゃってなんか、作っていたら細かなところが気になっていって、階段ブロックなんかをあれこれ組み合わせて、全体のフォルムを都度確認して、気づいたら10時間以上経ってたんだもの。プラズマフリゲートを作る予定の方は、気をつけましょう。ここ、大変です。で結局、この船を作るだけで精一杯。最初、船自体はサクッと作って、船の内部、つまり色々とギミックのあるいわゆるダンジョン。ここですね、ギミックまでちゃんと再現しようかな、と思っていたんですが。いや、もう、無理。船本体を作ったところで10時間以上かかっているのに、さらに船内の、複雑なダンジョンまで作っていたら、前回のユーラ船の塔を余裕で超えます。このマイクライッシュではダンジョン的な場所も結構作るようにしていて、今回のこのプラズマフリゲートでは、その集大成、コマンドやら色々盛り込んで、ギミックも可能な限り再現しよう、と思っていたら、このでかい船ができて、そこで力尽きたわけですね。このあたり、まさに見切り発車した結果。まあ、そういうすんごいダンジョンは、ご存知、最後に、素晴らしいロードがありますので、お楽しみに。そこも今のところ何も考えていないけれど。さて、そんなわけで船内は停泊中と飛行中をつなぐためだけにちょっとだけ作り、大部分はこの船本体、
マストが異様にでかかったり、色々とバランスがおかしいと思われるかもしれませんが、時間をかけて作った結果がこちらです。ということで、プラズマフリゲートでした。先ほどお話しした通り、個人的に一つの建造物を作るっていうのは苦手で、こういう、いわゆる船、みたいなものも初めて作ったわけですが、まあ、なんか、雰囲気は出ているんじゃないかな？さて、これでジャイアントホール、ユーラ線の塔、プラズマフリゲート。個人的にストーリーの山場と思っている3カ所が完成できました。そうなると、ぼちぼち腹をくくり、橋。スカイアローブリッジ。次回は、こちらに挑みます。ここは、もう、一周を旅した方全員が、覚えている場所とまで言えるんじゃないでしょうか。そんな場所を、皆様の思い出の通り、作ることができるか。わかりませんが、絶対に手は抜けない。頑張りますので、ぜひ、また次回、よろしくお願いします。